こんにちは、はるです。今回は絶望のウェイビーフラワーリングの作り方をご紹介します。なんだか変なタイトルですよね。先日インスタグラムでこのようなデザインのブレスレットを見つけて、久しぶりに一目惚れしてしまったんです。画像を見ながら作り方を推測して作ってみたんですが、これがめちゃめちゃ難しい。でもデザインが可愛くてどうしても動画で紹介したかったので、ブレスレットではなく指輪にアレンジして短時間で作れるようにしてみました。中級者向けの作品にはなりますが、コツはしっかり説明しますので、ぜひ作っていただきたいと思います。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。そろばん型ビーズ 4mm A5 個、そろばん型ビーズ 4mm B5 個、丸小ビーズ、ここでは74個使用しています。テグス2号70センチ。まずテグスに丸小ビーズを4つ通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。左のテグスに丸小ビーズを7個通します。さらにそろばん型ビーズ A を1つ通します。右のテグスにそろばん型ビーズ A を1つ通して、新たな丸小ビーズ1つで交差します。これで花びらが2つできたことになります。次はお花の中心部分を作ります。上にあるテグスに丸小ビーズを4つ通します。そして今もう片方のテグスが出ているビーズに下から上に向かって通します。今ビーズに通したテグスは緩まないようにしっかり持っていてください。ここが緩むと全てが台無しになってしまいます。ここからしばらくは下のテグスだけで作業します。下のテグスでお花の中心になる隣の丸小ビーズを1つ拾います。さらにそろばん型ビーズ A、丸小ビーズを1つずつ通します。そして丸小ビーズを飛ばしてそろばん型ビーズにテグスを戻します。この時そろばん型ビーズをお花の中心にぴったりくっつけるようにしてしっかり押さえておいてください。もう片方のテグスもしっかりと張っている状態にしておいてくださいね。そして隣の丸小ビーズを1つ拾います。また同じようにそろばん型ビーズ A と丸小ビーズを1つずつ通します。丸小ビーズを飛ばしてそろばん型ビーズにテグスを戻します。そろばん型ビーズはお花の中心にぴったりくっつけるようにしてしっかり押さえておいてください。そしてまた隣の丸小ビーズを1つ拾います。そろばん型ビーズ A と丸小ビーズを1つずつ通して丸小ビーズを1つ飛ばしてそろばん型ビーズにテグスを戻します。
もう片方のテグスも引き締めておいてくださいね。これで花びらが5個できたことになります。さらにその隣の丸小ビーズを1つ拾います。ちょっと拾いにくいので頑張ってください。そしてその上のそろばん型ビーズを拾って、その隣にある丸小ビーズも一つ拾います。もう片方のテグスで隣の丸小ビーズを一つ拾います。さらにその上にあるそろばん型ビーズと丸小ビーズに通します。これでお花が一つ出来上がりました。次に両方のテグスにそろばん型ビーズ B を一つずつ通して、新たな丸小ビーズ一つで交差します。そしてまたお花の中心を作ります。右のテグスに丸小ビーズを4つ通して、今テグスが出ているビーズの下から上に向かって通します。このテグスは緩まないようにその都度しっかり引き締めるようにします。ここからしばらく左のテグスだけで作業します。左のテグスで隣の丸小ビーズを一つ拾います。そしてそろばん型ビーズ B と丸小ビーズを一つずつ通して、丸小ビーズを飛ばしてそろばん型ビーズに戻します。先ほどと同じようにそろばん型ビーズはお花の中心にぴったりくっつけた状態で押さえておいてください。もう片方のテグスもしっかり引き締めます。隣の丸小ビーズを一つ拾います。そしてそろばん型ビーズ B と丸小ビーズを一つずつ通して、丸小ビーズを飛ばしてそろばん型ビーズにテグスを戻します。両方のテグスを引き締めます。隣の丸小ビーズを一つ拾います。
そろばん型ビーズ B と丸小ビーズを1つずつ通して、丸小ビーズを1つ飛ばして、そろばん型ビーズにテグスを戻します。そして隣の丸小ビーズを1つ拾います。さらにその隣にあるそろばん型ビーズを拾って、その隣にある丸小ビーズも拾います。もう片方のテグスで隣の丸小ビーズを1つ拾います。さらにその上にあるそろばん型ビーズと丸小ビーズに通します。下のテグスに丸小ビーズを6個通して、もう片方のテグスが出ているビーズに通して、両方のテグスがこのビーズで交差している状態にします。これでお花が2つ出来上がりました。ここからアームを作っていきます。左右のテグスに丸小ビーズを1つずつ通して、新たな丸小ビーズ1つで交差します。これを指のサイズになるまで繰り返していきます。今13段まで出来上がったところです。ここから指輪になるようにつなぎます。まず右のテグスに丸小ビーズを1つ通して、一番下にあるこのビーズに右から左に向かって通します。左のテグスも同様に丸小ビーズを1つ通して、一番下にあるビーズに今度は左から右に向かって通します。テグスを引き締めるとつながります。ここからアームの部分にもう一度テグスを通していきます。編み戻っていく感じですね。ここまでテグスを通してきたら、左のテグスはそろばん型ビーズに通して、
右のテグスは丸小ビーズいくつかに通してビーズの際でテグスをカットします。これで絶望のウェービーフラワーリングの完成です。どうでしょう。コツはお花の中心を作ったテグスをその都度しっかり引き締めることですね。ここが緩んでしまうと絶望的になってしまいます。ピンクと赤でも作ってみたのですが、濃い色のビーズで作った方が映える気がしますね。難しい作品ではありますが、レベルアップしたいという方はぜひチャレンジしてみてくださいね。